にちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、四国メタンです。今回は関東在住の大分サポがいわきまで行ってきたのだ。頑張って作った動画だから最後まで見てね。ということで、日立号で湯本駅まで向かうのだ。東京駅からいわき駅までバス移動を計画していたんだけど、スタジアムの最寄り駅が特急列車も停車する駅だから電車移動にしたわ。東京駅から湯本駅までは2時間ちょっとの移動なのだ。ちなみに投稿者は福島に今まで一度しか行ったことがないわよ。どうも投稿者です。子供の頃に会津若松でクワガタ取ってました。ここでみんなにクイズを出したいと思います。私は清水と大宮のアウェーに行っているのですが、何かが足りません。それは何でしょう？そう、ゴールがないのです。本来、サッカーというスポーツは、ボールを相手のゴールにシュートして、得点して勝敗を競うスポーツです。でも大丈夫。日立号に乗って願掛けをしているのです。日立といえば、日立一高。日立一高といえば、シーオフ。シーオフといえば、トリニータの得点時応援歌なのです。こうやって少しでも大分のゴールを見れる確率を上げているんですよね。強引すぎない？毎回、こんなくだらないネタはゴリゴリなのだ。それじゃ、移動がてらトリニータの話でもしましょうか。前節のジュビロ磐田戦では勝ち点3をゲットできたのだ。大宮からの敗戦を立て直したという点では選手もコーチ陣も二重丸ね。それに去年と比べて1点差に詰められてもしっかり勝ちきれることはすごいことなのだ。確かに去年であれば勝ちきれる試合を引き分けに持ち込まれたりするケースがあったわね。去年の今頃と比較してもチームとして成長していることが読み取れるのだ。話は変わるけど、大宮戦の敗戦後の選手挨拶は各 SNS で話題になっていたわね。3-0で負けても応援で選手たちを鼓舞するサポーターの姿は美しかったのだ。大分トリニータに関わる人たちの結束力の強さを垣間見たわ。それからトリニータの選手にフォーカスを当てたいんだけど、梅崎キャプテンの頼れる姿には心を打たれるわ。確かに選手との声かけやレフリーとの話し合いなど、彼が若手時代の時と比べても格段と頼もしくなったのだ。若手が多いチームだからこそ駆け引きを知っているキャプテンがいれば、チームとしてメンタリティの安定さも増してくるわね。どうも投稿者です。2023年4月4日にブラジルの名門クラブであるサントス FC と大分トリニータが業務提携をしました。今回、小沢社長並びに西山ゼネラルマネージャーがブラジル訪問をしています。幹部クラスの人たちが動いていただけることは、サポーター目線から見ても好感が持てます。今後、双方が移籍であったり、育成ノウハウの交流が盛んになることを期待しています。湯本駅に着いたのだ。それじゃ、温泉に入るわよ。状況が読めないのだ。地名から考えて察しがつくでしょ。いわき FC のスタジアム最寄り駅である湯本駅近くには温泉施設があるの。駅から歩いて5分くらいにある佐波湖の湯山にお邪魔するわよ。こうやってアウェー民が温泉に入る付加価値が高いところにスタジアムがあるのはすごいのだ。お土産屋さんもあるから経済効果も見込めるわね。それじゃ温泉に入るわよ。でも応援してから温泉入った方がいいと思うのだ。それは投稿者が日曜日にも仕事が入っている社畜だからしょうがないわね。午前中に温泉入って試合見てから即去りする魂胆ね。温泉に入るついでにいわき FC の話でもしましょうか。そういえばここの投稿者は今季開幕前からいわき FC をマークしていたのだ。確かに去年は J3 でぶっちぎりの優勝したけど、それだけで持ち上げているだけでは。どうも投稿者です。結論から言って、いわき FC は1桁順位で、フィニッシュしてもおかしくないクラブなんですよ。理由は2つありまして、1つ目は守備、2つ目はフィジカルなんですよ。守備に関しては、組織的なプレス戦術が挙げられます。単にプレスをかけるのではなく、相手を引き出すような、あるいはパスコースを限定したプレス戦術なんですよね。チームとしてのボールダッシュ力だけではなく、相手のパスミスや自滅につけ込むプレスができていると思います。それを裏付けるように仙台や徳島といったパスワーク主体のクラブに打ち勝つことができるんですよね。2つ目のフィジカルに関してですが、走力に注目しています。攻守において必要な走り方がいわきにはあるんですよ。考察ですが、陸上ランナー出身のコーチを加入していると思うんですよね。それからいわき FC のジムにも注目です。
選手たちの筋肉はさすがだと思いますが、トリニータだって負けちゃいられません。我が大分トリニータの監督である、下平隆弘監督の筋肉美は、大分もいわきの選手をも凌駕しています。ちなみに僕は筋トレよりも、プールで有酸素運動をしています。有酸素運動こそが正義ですね。長々と話しているけど、ここは女湯よ。スタジアムまで歩くのだ。そういえばいわき FC のホームページを見たら、応援ソングに加藤ミリヤさんを起用しているわよ。大物歌手を起用しているなんてすごいのだ。スポンサーとの関係もあるけど、いわき FC が社会人2部リーグに所属している時に応援ソングを作ったとのことよ。トリニータも大物歌手や音楽アーティストとコラボしてほしいのだ。ちょっとこれは、トリニータにとってはトラウマがありまして、大昔に、アスファルトタイヤを切りつけられるような事件がありました。でも紆余曲折がありつつも、アスファルトに咲く、花のように、栄養努力を重ねた結果、今では素晴らしいスポンサー様に恵まれています。話の持っていき方がすごいのだ。ちなみに僕は学生時代に、加藤ミリヤさんの音楽にハマっていたことがありまして、2008年にリリースされたタフをよく聴いていました。そういった意味では、個人的にいわき FC さんを羨ましく思います。だから今回は音楽ネタが多いのね。スタジアムに着いたのだ。温泉にも入ったことですし、スタジアムでお昼にしましょう。今回はコロッケとサンマのポーポー焼きバーガーなのだ。ちなみにサンマのポーポー焼きをパンツに挟んだ食べ物で、ポーポー焼きというのがいわき市周辺の郷土料理なの。サンマを炭で焼くときにサンマの油で火がポーポーと燃え上がることからこの名がついたとも言われているわよ。味は言うことなしに美味しいんだけど、チーズのコクがポーポー焼きとパンツをうまく組み合わさっているのだ。選手たちが来たのだ。今回の試合予想は、いわき FC との試合は引き締まった試合になると思うのだ。いわき FC の規律のある守備を崩すには、野村選手や藤本選手のような個人技で打開できる選手が鍵になると思うのだ。要はパスサッカーではいわき FC の守備を崩すことが難しいということね。補足をするならダイレクトパスを併用していわき FC のプレスを空転させる方法もあるわよ。ただしパス精度やボールを受け取る位置取りが重要になるけどね。それじゃ試合終了まで守るのだ。やったのだ。勝ったのだ。対策ができれば下平サッカーの長所がハマるわね。藤本選手と重選手の両サイドアタックは圧巻だったのだ。アウェーの地で3点を取って勝てるのは嬉しいのだ。関東民目線で言えばみんなで喜びを分かち合えたわね。少し試合の内容にも触れたいんだけど、やっぱり野村選手がこの試合の MVP なのだ。ボールだけではなくパスやドリブルで攻撃に緩急をつけていたわね。緩急をつけることでいわき FC の守備陣を混乱させることができたのだ。試合終了後、キーパーの西川選手は少し悔しそうな顔だったのが印象的だったわ。お互いの声かけがあれば事前に防げた失点かもしれないのだ。でもそこは西川選手が一番理解していると思うし、コーチ陣からの改善点を修繕してくれればそれでいいのだ。それじゃ帰るのだ。それじゃ帰宅するのだ。お宮でも買って帰りましょう。寒いから足湯にとどまります。ずっといてもいいのよ。ところで次回のアウェーはどこなのだ？次回は4月16日の FC 町田ゼルビアとの試合よ。水曜日に試合もあるから断言はできないけど、町田との試合がリーグ前半戦を大きく左右する試合だと思うわ。それではここで失礼するのだ。最後までご視聴していただきありがとうございました。